早速エビちゃんが蹂躙してます。何でもいいのか。はいどうも、ピパです。我が家の小型水槽では LED ライトを使っていません。普段は周りにいくつか水槽を置いていて、他の水槽の LED ライトの光を浴びて、この水草を管理しています。今設置しているこのライトは、シンチンチンという中国製の LED ライト。昔これ使ってたんですけど、最近は使っていません。使わなくなった理由は、なんとなくなんですけど、もともと30キューブとかにも使えるぐらい明るい LED ライトです。なので、この水槽にはちょっと明るすぎるかなっていうのと、クリップ式なので、どうしてもこのちっちゃい水槽の縁に設置することは難しいです。今はダイソーのブックエンドに設置しています。このブックエンドは結構高さがあるものなので、向きを変えると結構上から照らすことも可能です。じゃあこれでいいじゃんと思う方もいると思うんですけど、やっぱりもうちょっと小型水槽に合った LED ライトを試したいなと思いまして、今回はこちらを買ってみました。寿さんのミニ LED ビエーンズホワイト。ビエーンズホワイト。寿さんのミニ LED ビエーンズホワイト。これは小型水槽用に設計されている LED ライトなので、きっとこのちっちゃい水槽にも合うんじゃないかと思います。今回はこのビエーンズホワイトのレビュー動画です。ではまずパッケージから見ていきます。見ての通り、めちゃめちゃパッケージちっちゃい。これ届いてびっくりしました。こんなちっちゃいんだと思って。そして裏面はビーンズホワイト。超小型ボディで明るく色鮮やかに照らす極小ボディ。直径 50mm。直径 50mm。明るさ170ルーメン。防錆フレキシブルアーム。高演出赤白青 LED。配列はこんな感じですね。色温度が 11500 ケルビン。炎色性 RA86。側面には設置写真、テラリウムとアクアリウムに設置したイメージが載っています。15センチ水槽に使っているということで、小型水槽にぴったりですね。電源スイッチがついてるんですけど、電源が USB です。これ最近の主流なのかな？小型 LED とか小型製品は USB の流れがありますね。最近は電源タップとかにも USB 挿すところついてるので、USB で給電できるのはとてもありがたいです。枠付き水槽とフレームレス水槽、オールガラス水槽とかに対応しています。じゃあ中身を見ていきましょう。この小さな箱にどうやって入ってるか、USB の変換コネクタ、それと本体、ちっちゃいですね。本体に電源コードと電源スイッチが直付けされている本体、それとフレーム水槽、枠付き水槽用のアタッチメント、それと説明書、以上です。この USB の変換コネクタは何でも使えそうですね。スマホとかについてくる変換のコネクタでもいけると思います。一応定格出力 DC5V 1A。ここら辺同じ数値のものだと問題ないです。そして本体、なんか斜めに配列されててちょっと変わった感じです。配線とかもチラ見せでメカメカしいのが好きな人はちょっと心くすぐられる感じ。個人的には拡散板みたいの付属してると嬉しいんですけど、このビーンズはこの剥き出しの状態で使うみたいです。背面にはビーンズのロゴが入っています。おしゃれですね。文字が黒じゃなくてグレー、シルバーなのがポイント高い。そしてフレキシブルアーム。これがなかなかね、いいですね。リーフグローもフレキシブルアームなんですけど、あれは結構ね、硬くて調節がしづらいんですよね。こっちのビーンズは短いっていうのもあって、とても調節がしやすいです。若干高さも変えられるので使い勝手良さそうですね。今回の水槽だとこんな感じかな。そしてクリップ部分、ここが結構硬いけどしっかり留めるにはこのぐらい必要なのか。ちょっと懸念してるのがここの深さですね。どうしてもこっちのクリップ部分は水中に入ってしまうんですけど、なるべくここ短かったら嬉しいんですけどね。外側はどうでもいいとして、こっちがね短かったら嬉しかったんですが、あんまり短いと LED ライト保持できないので仕方ないところだとは思います。そして電源部分、これはシンプルにオンオフの切り替えスイッチですね。コードの長さなんですけど、本体のここからスイッチまでがだいたい30センチ、スイッチから USB のここまでが60センチくらい。コード長は全体としては1メートルくらいあります。
箱に書いてたわ。電源コード長約100センチ。ちゃんと書いてますね。そしてフレーム水槽に取り付けるためのアタッチメント。これは全て透明のクリアタイプのプラスチックです。このネジもプラスチック。使い方はこれをフレーム水槽にガッチャンコして、ここ穴が開いてるので、ここにクリップをガッチャンコする。するとフレーム水槽にも取り付けることができるっていう形ですね。これシンプルでいいですね。なんかガラス水槽に取り付ける時もこれの薄型パーツで付けたかったな。このクリップ式だとどうしてもここが水槽内で目立っちゃいそうなので、これのオールガラス水槽用の薄型クリップ作ってくれたら嬉しいんだけどな。一応これもガラス水槽には使えそうなんですけど、今回は使わずにこのまま設置したいと思います。では設置していきましょうか。ちなみにこれはアンカーのプラグが折りたたみできる2口の USB ポート。これ便利です。多分こっちに挿しても問題なく動きますね。で、これがビーンズに付属している純正の USB 変換コネクタ。ガチャンコ。黒なんですね。では取り付けていきます。今回使う水槽はジェックスさんのグラステリアフィット。このタイプはガラスが 3mm なので問題なく設置できるはずです。よいしょ。ちょっと待ってね。この水槽、ガラスのトップにシリコンが塗ってあるので、それがいい感じにグリップしてちょっと差しづらいか。オッケーオッケー。よかったよかった。はい。このクリップかなり強力ですね。ビーンズ自体はそんなに重たいものではないので、これだけしっかりと挟んでくれたら、めったなことでずれることとかはないと思います。それでは、USB オン、スイッチオン、スイッチオン。あら、綺麗。かなり明るいですね。いいんじゃないまたいいんじゃないって言っちゃった。これすごいね、ミニマルでおしゃれ。個人的にかなり好きですね。今、水槽もかなり鮮やかに照らされてると思うんですけど、寿のビーンズ、明るさ170ルーメン、色温度11500ケルビン、炎色性 RA86。数値だけ聞いてもなんだそりゃって感じですけど、実際に見てみると鮮やかに照らされてとても綺麗です。あら、これなかなかいいんじゃない？ LED ライトはこんな感じで光ってます。赤色1つ、青色1つ、その他は全部白色ですね。今見てもらってる通り、ヘッド部分を自由に動かしても、このクリップ部分は結構頑丈にくっついてますね。そこまでずれることはないです。いや、ちょっとずれてるか。でもそこまでストレス溜まるほど動いちゃうっていうことはないですね。なんかメンテナンスしたい時とかは、これをギュッと上げる。終わったらギュッと戻す。こっちを押さえなくても、ライト部分は自由に動かすことが可能です。うちの水槽、色合い的に緑のものしかないので、赤系水草、青系水草、青系水草ってないか。黄色系水草、緑系水草。色の見え方のサンプルになるかどうかわかんないですけど、ライトをつけると、こんな感じです。あんまりわかんないか。肉眼で見てても、特段ライトをつけて変な色になるっていうことはないですね。エビちゃんがすごい寄ってくるね。見ての通り、この水槽の中央からライトを照らすことができています。この水槽は幅が20センチなんですけど、フレキシブルアーム、伸ばす感じで設置をすると、ちょうど真ん中ぐらいまでライトを持ってくることができました。20キューブ水槽とかでも中央からライティングすることができます。アームの調節次第では15センチキューブだったり、もっと小さな水槽にも使えそうです。これ地味にありがたくって、今横に設置してましたけど、こっちの背面にこんな感じで設置したいとき、ここの距離が短い水槽でもちょうどいい感じで照らしてくれます。これがさっきのシンチンチンとかだと、このクリップからライトの長さが固定されているので、どうしてもこの向きには設置ができないんですよね。ライトが完全に水槽の前の部分を照らしちゃうので、どうしても横向きに設置するしかなかったんですけど、このビーンズだったらこの向きで設置してもおおむね問題はありません。横から見るとこんな感じなので、10センチの幅の水槽の中央というわけにはいかないんですが、このぐらいの位置から照らすんだったら、ちょうど全体を照らしてくれる感じですね。この LED ライトなかなかいいですね。明るいし、シンプルでおしゃれだし、小型水槽にめっちゃ似合いますね。あと USB だし、このコントローラーでオンオフする他に、スマートプラグやタイマーで管理することもできます。これオンの状態で USB 抜いて USB 挿すとちゃんとつくので、タイマーも問題なく使えます。最近この水槽いろんな場所に移動したりするので、これワンセットで完成したかもしれない。小型の LED ライトで皆さん気になるのが、ボトルアクアに設置できるかどうかだと思います。
こういったかゆいところにも手が届く、それがビバークアの動画です。まずこちらのジェックスさんから出てるキャンドル。これは残念ながら設置は難しいですね。無理やりクリップ広げたら刺さりそうなんですけど、ちょっと難しいですね。ガラス厚は 5mm ないんですけど、カーブしてるので、挟み込む部分は幅が 5mm を超えそう。じゃあこちらのフレーム水槽用のアタッチメント使えばいけるんじゃないかと。これに、よいしょ。これでどうでしょう。あ、ダメだ。手離すと LED ライトの重さで傾いちゃいますね。この状態だったらアームがフレキシブルなので真上から照らすこともできそうなんですけど、手離すと傾いちゃいますね。このネジ締め付ければいいんじゃないかと思うんですけど、残念ながら前に傾いちゃうのはどうしようもできませんでした。これを唯一解決できそうな方法が、アタッチメントのネジを外してしまってここに乗せる。これなんとかバランスをとってる状態なんですけど、ここのボトルの斜面とアタッチメントの隙間にできる三角形部分、ここに何かを詰め込めば固定できると思います。布だったり段ボールだったり何かしら詰め込めば固定できるんですけど、ちょっと不格好ですね。ちなみにこっちにはちょっと穴が開いてるんですけど、これ活用すればなんかできそうですね。ボトルアクア用の可変型のアタッチメント作ってほしいですね。そしてもう一つ、まん丸球体のスフィア。こちらはどうにもなりませんでした。これはね、開口部のガラスが垂直じゃなくてもう水平に近い感じなんですよね。なので本来垂直のガラス板に設置するこの LED ライトは水平に近いガラスにはどう頑張っても設置固定はできませんでした。ネジ使えばこの形では固定できるんですけど、これで固定できたからといってその後この LED ライトをどうやって設置するかどうしようもないですね。スフィアタイプのボトルアクアには設置の難易度は激高です。マグネットとか使って壁面あたりにくっつけますか。それぐらいしか考えつかないですね。というわけでボトルの形状によってはなんとか設置することも可能。専用のアタッチメントとか用意されていないので、若干の加工とか工夫とか必要になってきます。はい。というわけで今回は久しぶりの商品レビュー。超小型ボディで明るく色鮮やかに照らすミニ LED ビーンズホワイトの紹介でした。ホワイトモデルの他にブラックモデルも売っています。Amazon だと1700円ぐらいで購入できます。お手軽プライスですね。適合水槽幅25センチ以下となっているので、この明るさなら意外といろんな水槽に使えそうです。ただ、クリップの形状が平面ガラス対応なので、曲面ガラスのボトルアクアとかには設置することができません。そういった水槽に設置したいときは、冒頭に出てきたダイソーの背の高いブックエンドとかを活用しましょう。ちなみにこのサイコロも100均で買いました。というわけで、今回の動画は以上です。なかなかいい買い物ができてよかったです。今後も商品レビュー動画アップしていきますので、気になる方いたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。